はい、こんばんちは、新羅です。今回紹介する武器たちは、特別な防具は不要の武器だけで性能が完結している優秀なサブ武器たちです。メインにはなれないものの、尖った性能を持っている。言うなれば、主人公を際立たせる名脇役のようなもの。自分の使うメイン装備にサブ武器として持っていけば、狩りの補助として使えます。まずはヘビーボウガンからですね、実際の武器なんですが、こういうものですね。睡眠を使いたいんだったら睡眠、麻痺を使いたいんだったら麻痺のパーツを3つ組み合わせたヘビーボウガンになります。例えば睡眠属性だと、この睡眠タイプを3つ合わせることによって、睡眠弾のレベル2が4つ装填できるヘビーボウガンが完成するんですね。麻痺だったら、麻痺弾レベル2が4つ装填可能。装飾品はまず使いたい状態以上の属性強化のスキルと、あとは弾道強化。で、残りは何でもいいんですが、ファーストショットなどをつけておくのが、おすすめっちゃおすすめですね。麻痺だったら麻痺属性強化と、あとは射砲樹と、あとはファーストショットって感じで、使い方は非常にシンプル。セクレトに乗ったまま麻痺、または睡眠をぶち込んで状態異常にし、すぐ武器を持ち替えてメインの武器で狩猟という動きができます。ボウガンの状態異常弾って2、3発撃つだけでめっちゃくちゃ簡単に睡眠や麻痺にさせられるんですね。普通のモンスターなら2発で確実に眠りますし、レベル最大の救難歴戦ゴアマガラでさえ3発でおねんねします。プレイガイドにも書いてある通り、状態異常は繰り返し発生するたびに耐性が上がってしまうんですね。しかし逆に言えば1回目はめっちゃ発生させやすい。それを利用して状態異常を1回だけかけてメイン武器に変えるのがおすすめです。狩りの好きなタイミングでセクレトの上から撃ってメイン武器に持ち帰るという感じですね。特にパーティープレイで活躍します。あと、俺はやろうと思えばいつでもまひらせられるぜというね、余裕も生まれるのがいいですね。武器の作り方ですが、これで狩るわけじゃないんで、その属性の余ったパーツでね、組んじゃって OK です。例えばこの睡眠属性の会心とかね、こういう会心系って結構余るんでね、これを3つね、同じもので、組めば睡眠弾とかね、麻痺弾が、レベル2のものが4発装填できるヘビーボウガンが作れるんで、これだけで OK。で、作った武器は復元強化する必要がありません。で、ボウガンのカスタマイズもね、する必要がない。これだけで OK。誰でも簡単に作れて、しかもこれだけで狩りの幅が広がるので、めっちゃおすすめです。あともう一つ、アーティアヘビーだと睡眠、麻痺、毒のね、どれか一つしか撃てませんが、生産武器のバスターブラスター、これね、これだったら、対応してる弾が睡眠と毒両方あるんですね。2属性。一応寝てる間にね、毒ダメージを入れるってこともできるんで、余裕があるならこっちがおすすめですね。あと、アーティア武器のライトボウガンでも同じことができます。例えばね、この麻痺の会心とかで、こんな感じで作ると麻痺弾のレベル2のものがね、撃てますが、ヘビーボウガンよりも装填数がね、1個少ないんで、個人的にはね、こだわりがない限りはヘビーでいいと思います。補足ですが、このライトボウガンは状態異常弾を速射できるんですね。なので、速射の力で2回目以降の状態異常も狙いやすくはあるんですが、速射はセクレトから降りてやらないといけないので、ちょっと手間なんですよね。ヘビーにするのが安定ですかね。じゃあ次はサブ武器としてかなり人気な狩猟笛いきたいと思います。狩猟笛は笛吹き名人のね、スキルは武器を変えると無効になるので、装飾品とかはいりません。使い方も簡単ですね。セクレトに乗ったまま三角で抜刀、そして旋律を吹いてストックする。ほいで R2 で演奏。一通り旋律を演奏したらもう一度 R2 を追加入力すると重ねがけで効果時間が延長されます。オプションのゲームセッティングにあるこの、狩猟笛の操作ガイド表示設定っていうのをね、タイプ2にすると旋律を常に見ることができるので、基本操作に慣れたらこの設定にするのがおすすめです。じゃあバンバン紹介していきましょう。まずおすすめはこのボーンホルン4ですね。この笛は攻撃力アップと防御力アップ台がついているので、攻守が揃ったスタンダードな笛って感じですね。狩猟部への入門武器といった感じでしょうかね。ほいでお次はこのソニックホルン3ですね。防御力アップ台と氷属性防御強化台がついています。これは特にジンダハドを対策できるサブ武器ですね。で、おまけにスタミナ節約もね、ついてるんで、弓や双剣などのスタミナ武器や渾身スキルを使う人も嬉しい一本となっております。で、次はバルキリコーダー1ですね。これもね、個人的にかなりおすすめ。戦律として攻撃力アップ大と、
あとは体力回復加速大がついています。この笛、攻守のバランスが揃っていて、不死身装備にもおすすめな一本となっています。この体力回復加速大をつけると、ダメージを食らった時の体力の赤ゲージの部分がね、もりもり回復していくんで、かなり生存能力が上がります。パーティー全体の生存率を上げる一本ですね。はい、じゃあ次はフレームフラップ1ですね。この武器は生産しただけで使えるんで作りやすいですね。スタミナ節約大を使う笛の中で一番バランスがいい汎用性の高い笛と言えるでしょう。このスタミナ節約超と防御力アップ大、そして攻撃&防御強化がねついているんで汎用性高いですよね。スタミナ節約を使いたいならこれかこの後に説明する白豪敵が、汎用性が高いかなと言います。はい、じゃあ次のおすすめはこの白豪敵3ですね。この笛かなり優秀な戦列が多くついていて、例えば防御力アップ大とスタミナ節約超もついているし、で一番のおすすめポイントは気絶無効の戦列がついていることですね。これがかなりでかいと。気絶はそのままとどめを刺されてクエスト失敗につながる危険な状態以上なので、それをこれ1本で対策できるのはかなりでかいと思います。割と初心者向けで雑に攻めたい人におすすめな1本ですね。はい、じゃあお次は狩猟部へのアーティア武器ですね。まず作り方からいきましょう。状態異常どれでもいいです。毒、麻痺、睡眠、爆破どれでもいいんで、どれか1つお気に入りのね状態異常を選んで、それで3つ揃えます。するとできる笛がこういう戦列効果になるんですね。これ状態異常攻撃力アップと精霊王の加護、そして全状態異常無効というねかなり優秀な戦列が揃っています。まず状態異常アップの戦列は毒や麻痺の状態異常を狙うハンターやパーティーにおすすめですね。でやはり一番のポイントは全状態異常無効の戦列ですよね。この戦列たった1個でね全ての状態異常を無効化するんで非常に強力な戦列となっています。ただ一つポイントがあって、この全状態異常無効の戦列は気絶すらも防ぐんで、完全に気絶無効の戦列よりも上位互換じゃないかと思われるかもしれないんですが、効果時間がかなり短いんですね。この全状態異常無効の戦列は効果時間が3分、気絶無効の戦列は約6分半ぐらいでね効果が続くんでかなり長いんですよ。なのでより長い時間気絶だけを防ぐ気絶無効の戦列か、全ての状態異常を無効化するこっちかの2択って感じですね。あとこの全状態異常無効の戦列は彩花転覆の発動をね阻害することもあるので、味方の迷惑になるかもしれないっていうのはちょっと注意が必要ですね。ちなみにこれで作った笛も復元強化は必要ありません。でラストは弓ですね。ただ今回紹介するのはかなりおまけ的なねちょっとネタ寄りな性能なんで、そこだけ注意が必要ですね。結構面白枠で紹介していると思ってください。で実際の武器なんですが、この密林のカルファードってやつですね。この弓装着可能な瓶が麻痺、毒、爆破とねかなり状態異常が多いんですよ。でさらにこの密林のカルファードの装飾品にねこういう感じで睡眠瓶追加と、もう一つこの元気瓶追加の装飾品、これをつけるとなんと5属性全ての状態異常をねこれ1本で扱える弓になるんですね。状態異常全部可能、まさに状態異常マスター。ただやっぱり弓なんで、ただ撃つだけのボウガンと違ってかなり扱い難しいんですよね。当たり前ですが弓の練習が必要になります。私シンラもね弓はまだちゃんと使えないぐらい、割と難しいんですよね。あと弓の状態異常の蓄積値はボウガンと比べてかなり低いんで、素早く状態異常にさせていくのは難しいですね。全部の状態異常をかけてたらもう狩りが終わってたなんてことも普通にあり得ると思います。使うんだったらそのモンスターの効きやすい状態異常を選んでかけて、メイン武器に変えるっていうのがいいかなと思います。とりあえず幅広い状態異常を扱えるので、リオレウスなどの厄介なモンスターをパーティーで買うときとかに有利に働くかなと思います。はい、というわけで最後は結構面白枠という感じでしたが、他にもおすすめサブ武器があればコメントにてお待ちしております。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。